それで次の日に飛行機を取れることになったんですけど、でそれでもそれが帰れるのが5人で、結果 LA ついて、大谷翔平アウェーでゲームなかったんですよ結構アドバイス量が増えてきてチームのためにメイクゲーマーズモアシグニフィカンシグネーター。あとこれだけのメンバーを集める際に、まずは多分スタッフ陣を集めていくところからスタートするじゃないですか、その外堀ってどうやって埋めていったんですか？これ多分告知、僕がオーナーやりますよって告知されたのが4月の1日で、その日にじゃあ選手募集しますってかけて締め切りが多分4日後だったんですよ。で1週間なかったよね。で4月5日締め切りですってなって、それまでは絶対告知するなって言われてたんで、その4日間でまず選手たちは普通に自分たちで応募して来てくれて、そのスタッフさんたちはそのキングスリーグの運営の日本の方たちが声かけてくれて、いかんせん僕分かんないし、サッカー関係者とかにもつてもなんもないから、そこはちょっとお願いしてって感じですね。でセレクションにもそのキングスリーグ側のスタッフさんに入ってもらってやってもらったっていう。でみんなを本当に自分たちでね応募してくれた、よく応募してくれたなと思って。どこで情報を取ったんですか？時代なんで、みんな X で流れてきたりとか、友達にやっぱ加藤さんのファンとかもいたんで、そうですね、インスタグラムのストーリーっていうの、ああいうので流れていって、新手の詐欺かなって思っちゃってもおかしくない。言われたもん。最初思いましただよね。おかしいじゃん急に。ホームが結構外国チックなやつだったんで、なんかマイナンバーのナンバーかけとか結構本気で、確かに個人情報出していいのが怖いですよね。大体でギリギリで出したこれはそうだよね。でなんか誓約書とかにもさ、その肖像権は全部第三者に提示する。いや第三者に提示するんだったらマイナンバー出せねえだろ。なんかメディアの露出のことを多分言いたかったんだろうけど、その翻訳の兼ね合いで多分なんかちょっとだけごちゃついて、そのみんなの肖像権はもうねえぞみたいな感じで伝わってたらしくて、よくぞ勇気を持って応募してくれたなと本当に今思いますね。さあ、ここからはフリップを使った質問の、コーナーの方に移らせていただきます。今大会で、試合内外で構いません、活躍も考慮して MVP だと思う方を書いてください。オーナー以外でやりましょう。確かにオーナー以外。オーナー以外で、オーナー以外で。それじゃあ皆さん一斉にオープン。じゃん。でも那須さん、幸次郎さん、私幸次郎多いっすよ。まあね。じゃあまず私と書いたご本人からいきましょう。すごいね、みんな大人気だね。どうも私金武と申します。そうですね。正直、MVP になるつもりで挑んでたんで、もう本当に僕以外選べなかったですね。ちょっとこれ大丈夫そう？発言の方向大丈夫か？やっぱりこの後ろにもいるから、グラウンド以外のピッチ以外の部分でも結構。もう一人いました。自分で。いました。いいね。行きましょう。そのメンタリティね。僕一番点取ってるんで、僕だけ加藤さんより点取ってる。そうだ、チーム得点王。最終戦、僕がフリーキック最後滑って負けちゃったんですけど。Le va a pegar la oportunidad para Murash. Si marca la shutout. Oda pasa por encima el remate. ¡Oh! Y se escurrió en el remate. 翔平君がシュート打った。で相手が手で触ってハンドして、で僕横から見てたんですけど、その時これ PK だと思って、でボールにいち早く寄っていって、もう誰にも渡さないと思って行ったらフリーキックで。最悪と思ってでも自分でこうしゃしゃり出たから、もう引くに引けなくてで蹴って滑って、もうスローモーションに見えてボールがもうパーッつってで日本を任せてしまって、本当にみんなごめんなさい。だとしたら MVP じゃないだろ。だとしたらでもやっぱこれから先の自分への期待も込めて、もう一度同じ場面が来たら絶対僕また蹴ります。おお、いいね、自信あるね。
じゃあ幸次郎さんを書いた方、森保さんいきますか？はい。いやそうですね。幸次郎、試合では、2試合目だけなんかバースデーゴール自分で決めてたんで、確かにね。それだけだったんですけど、試合に関しては、オフの場面ではやっぱチーム盛り上げて和ましてくれてたんで、頑張ってくれたんじゃないかなと思ってます。そうですよ。はい、10位ですか。森保翔平晒します。今、カメラがねいっぱいある中で僕のことを褒めてくれました。バースデーゴール。6月1日に、3点目ですね。加藤さんが PK 決めて勝ち越した後の3点決めました。試合後、彼がこう言いました。お前余計な1点決めんなよ。お前のあの1点なくても勝てたんだよ。それ冗談でね。加藤さんが決めて終わってれば綺麗に終わったなってなるんで。それ同部屋だったんで。同部屋だった。愛の裏返しでした。そうです。いや、いいですね。そういうストーリーもあってっていうことで、じゃあ他の方どうしましょう。酒井さん書いてありますもん。責任数多いじゃん。多いね。確かに。はい、僕は酒井さんを選ばせてもらいました。やっぱりキングスリーグ今回初めて日本代表として参加するっていう形で、正直結構運営側が連絡が遅かったりとか、ちょっと不手際があったりとかがあったと思うんですけど、それをもう一番僕ら選手とキングスの間に入ってくれて、もう今回無事にここで帰ってこれたのは酒井さんのおかげだと思ってます。確かに。あれこうですよ。酒井さんに変わったんですよ。酒井さんです。急に恥ずかしくなっていやでも酒井さんどうでした？改めて皆さんから感謝の言葉もいただきましたけど、これ大変だったなって今だから言えるストーリーありますか？今だから言えるストーリーは本当に皆さんにご迷惑をおかけしまくったなっていうというか、あとは本当に皆さんに救われたなっていうこの2週間でした。それこそスペインと連絡してそれを日本に伝えるっていう仕事ではあったんですけど、そのスペインからの連絡がまず来ないっていうのが一つで、選手の方からホテルどこですか、フライト情報なんですかとか来ても僕としては答えられない、僕は問いかけてるんですけど答えられないとかもどかしくて、それでも皆さんが支え本当にいい声かけてくださって、なんですかね、ちょっと感動しましたね。じゃあ加藤さん。はい。僕本当にこれ、僕圭介って書いたんですけど、本当に人間性とか、試合中試合後のこと考えたらマジで全員等しく素晴らしい人たちなんですよ。もうこれは絶対嘘偽りなく、もうみんな1位。なぜ俺は圭介って書いたかっていうと、やっぱエンタメとか興行って考えた時に、彼やっぱ海外の子供たちから試合後にすごい圭介グローブくれって言われてたんで、やっぱその現地のファンの人たちの心を掴んだっていうのはやっぱ一つ、僕はね配信者っていう側面から見ててよくやったなと思ったんで書きました。すごい声援も大きかったし、ただ本当にみんな本当素晴らしかった。最初いけすかねえなと思ってたんですけど、みんな変な体育会系のノリ押しつけてるんですよ。でもやっぱね本当にここにいる人たちはみんな、今日来てない子たちも含め本当に素晴らしい、人間性が素晴らしい人たちしか集まらなかったなと思いましたね。あら洋介花金カップルカメラに向かってなんかでもその連絡来た時にグループラインにうわ YouTuber だなと思ったいいねと思ったボスやらせてくれいや嫁に怒られるわ俺はい、ということで、続いては、加藤さんを一言で表すならということで、書いていただく前にはい、平井さんが、到着しました。よろしくお願いします。お願いします。誰よりも盛り上げて全力で後ろからガヤ飛ばします。お願いします。せっかくなんでメキシコいかがでしたか？メキシコ最高でした。浅いよ。どういう話をみんながしたかわかんないですけど、いつも
寝る時とかに日本でちょっと寂しいなって気持ちもあるるぐらい帰りたいって言ってたっすよまたこの後もね少しお話ね、していただけたらと思いますが、さあということで、加藤さんを一言で表すならということでフリップの方に書いていただきたいと思います。さあそれでは一斉にフリップオープンお願いします。いろいろある。純、兄貴が多い。最強のポケモン。すごいね。神、最高、男、声。うわすげえいい子ばっか書いてんじゃん。まずちょっと純からいきましょう。純。どういうことそれ。すみません漢字一文字だと思ってたんで。呼び方ってこと俺。だからもうまさにあれ僕がいつも配信で見てたも加藤さんのまんまだったんで。なるほど。もう純。嬉しいこれは。純一さんの純。嬉しい。だから一言で表すならドリャーです。配信で。だから純一さんの純と純粋の純をかけてるってことでしょ。そうですね。さっきちゃんと言うてないよね今。それでは加藤さん。はい。オーナーではあるんですけど、ご飯も連れてってくださったり、僕たちがしんどい時とかにこう頼れる存在というか。ほんまに今頭も悪いということでヤクザの兄貴。なんか言うてる。あんま振るってない。調子悪いの。ちょっとかかってるかもしれない。滑るかも。滑っちゃうかもしれないです。はい、そんな感じです。嬉しいですね。でも嬉しい。あと神。はい。いろんな意味で。いや髪の毛じゃなくて。なんで今更するの。最初に触れろよそれ。まず一つ目がプレゼント PK をちゃんと決めてくれた。もうあそこで本当になんだろうなチームとしてはめちゃめちゃ活気づいたんで、だから一生勝ったとこれは本当に思ってます。でもう一つがMVP さっきあったじゃないですか。僕 MVP この中で唯一取ってるんですよ。試合のね。試合の中で。でみんな圭介って何人かは挙げてくれるかなと思ったら誰も言ってくれなかった。びっくりして僕と思って。でも加藤さんだけ圭介って書いてくれてたんで、そういった意味でも含めて僕救われたんで神です。誰も書いてくれない。気になるの結構あるんだよな。男前ちょっと気になるんですよね。初戦の前半終わった後にちょっと僕たちかなり崩れててゲーム内容も、スコアもでその時に2階から加藤さんがずっと叫んでくれてて、でもう会場がうるさかったんで何言ってるか分からなかったんですけど、その熱量が伝わってきてでもう本当にやろうと思いましたし、そういった意味で男前だなと思って、嬉しい。顔とかもかっこいいんですけど、そういう男気のところがかっこいいなと思って男前にしました。おっさん来ましたね。これ見せとか。小林選手気になるんですけど。お前の裏回すなよ。歌。いや僕日本に帰ってから、多分加藤さんのファンの方だと思うんですけど DM が飛んできて、URL だけパンと送られてきて、YouTube ので見たら僕らの試合のハイライト的な感じの動画なんですけど BGM は加藤さんのミスチルの旅を載せた動画を送っていただいて、それ見たんですけど、あれめちゃくちゃ良かった。そっちで引っ張られて歌になっちゃったんだ。あれ良かったよね。桜井さんより良かった。ちょっといいですか、1個。最後試合負けて終わって帰国まで時間があった時にコバがいきなりミスチルの桜井さんのモノマネ披露しました。で最初はふざけた感じで「おいおい頼むぞ」みたいな感じだったのが、ちょっとその夜のプールのいい感じの雰囲気の中のコバの歌声意外にも美しすぎて結構みんなしっかり聴いてた。結構なんかこのメキシコ思い出して結構なんか寂しいなみたいな。そうなんだ。みんな俺やったらなんかハハハ
ってなるかなと思ったらなんかちょっとグラス回しだった。マジで？ちょっとみんな染みてるやん。なぜかリアクションが違うんですよ。あ、いいですよ。大丈夫ですか？じゃあミスターチルドレンでいいですか？じゃあミスターチルドレン。閉ざされたドアの向こうに新しい何かが待っていて、きっとって僕を動かしてる。こんな感じです。うまい。そりゃグラス回すわ。結構本域でうまいわ。じゃあ僕は岸さん見たい。これです。塊魂。ゲーム塊魂っていうゲームがあるね。なんかこうゴミとかを拾いながらバーってどんどんでっかくなって最後なんか宇宙まで行くやつがあるんですけど、そのぐらいなんかいろんな人を巻き込んで、ゲーム業界に限らずこういったサッカーの場までなんか巻き込んで一つのエンターテインメントにしてるのがすごいなと思って。嬉しい。はい。さあそしてこのシグネーターではおなじみなんですけれども、今だからこそ聞きたい話。じゃあいいですか。はい。今回の試合で、キーパーは1人しか試合に出れないので、圭介が長い時間プレーしてたんですけど、雄星は少しの時間しか僕らもプレー時間を与えてあげることできなかったんですけど、1試合目が終わった後にもう誰よりも涙を流して悔しがってた姿がすごく印象的だったので、どういったことどういった感情があったのかっていうのを雄星に聞きたいです。おお、いいね。もう絶対に勝つって気持ちでやっぱ日本でも準備してて、で自分もやっぱ絶対勝てると思って準備してて、もう実際試合に戦って、もうみんなが必死に戦って、圭介君とかもいっぱい止めて、それでもやっぱその結果につながらなくて、なんかその自然と涙が出てきて、そしたらもう止まらなくなってしまったので、なんかここまでなんか大人になって全力でできるっていうのはすごい、なんか自分でもまだこんなに何かこの感情を出して何かできることがあるんだっていうふうに思って、全力でやったからこその涙かなって思います。いいやつよ。いいですね。涙です。そういう気で挑めたっていうのがそうだね。大きかったかもしれないですね。さあ続いての誰か。じゃあ俺から言っていいですか。あ、じゃあちょっとなんか総括的な感じにもなっちゃうけど、キングスリーグ今回ね、日本でも初めて、てかワールドカップ自体が初めてで、我々としても初めて行ったじゃないですか。で結果はベスト16に残れなかったのか、ですけど、優勝頑張って練習してしっかり対策すれば優勝できると思いますかっていうのを聞きたい。俺がやった感じは全然いけるなっていうふうには感じました。自分の肌感では。あ、そうなんだ。はい、全然多分今回ももっと試合とか重ねていれば、全然上行けたかなっていうのがあるので、なるほど。次回はもっと上に行けるように。なるほど、いいね。と思ってます。どこが課題だったんですか。そのルールの理解ももちろんそうだと思うんですけど、その戦術面とか、やっぱりフィジカルが強いとか、足元が強かったとか、多分動きがこうだったとか。本当に今おっしゃってくれたこと全部で、まずルールの理解もそうですし、あとその個人個人のやっぱりその標高になれるとか、もしまたメキシコでやるんだったらですけど、あと活躍してたもんね。いややめてください。なんか課題なんか誰かある人とかいます？わかる？なんかこれ課題やなっていう人。やっぱり僕が思ったのは経験値。キングスワールドカップ初めてっていうのもあるんですけど、勝手に僕たち日本を背負いすぎてたっていう僕ほんまに悔いが残ってるのは1対1、初戦の1対1スタート、一番国背負ってて今思い返すと一人で背負ってたんだね。一人で日本をこう背負っててなんかそういうのがなんかこう3戦目とかになってくると別に背負ってるわけでもないというか、こうワールドカップには出てるけどその状況を楽しめてたっていうのは正直あったんで、なんかそういったところからなんか気持ちの持っていき方、初めてやったんで分からない部分もみんなあった中、修正が少しずつできていったっていうのは感じてて、普段僕自身感じたのはサッカーを見てない
人が見てくださってるのがすごいキングスワールドカップというかキングスリーグが多いなって思ったので、サッカーの技術云々よりもこう盛り上がるかどうか、試合が見ててこの40分間があっという間やったなって思ってもらえるかっていうのは、この村下 FC にこれからすごい大事なことかなって思うので、だからまあみんなおのおのすごいいいメンバーが揃ってるので、まあ僕は続けれるならみんなでやって、こう技術はもちろんなんですけど盛り上げる、こうサッカーを違う角度から技術とかそれ以外の部分で盛り上げていくようなチームにできればなと思ってます、ほとんどの人がサッカー見たことないっていう人が多かったんですよね。多かったんじゃないですかね、結構半分以上はなかなかね、見る機会はないけど、今回の大会は見るっていう人がいたんじゃないですかね。だから、今後ね、その皆さんがご自身で活動しているチームだとか、そういう個人の活動にもね、今回の視聴者が注目する機会にもなったと思いますし、それでね、そのソサイチの方もよりね注目が集まって、チームのねなんかこうファンになってくれたりとかがねあればよりいいかなというふうにも思いますしね。どうやったら僕は加藤さんからオーナーの座を奪いますか？これちょっとじゃあガチで答えますわ、本当に真剣に答えて一回。その質問だけじゃなくて僕思うところがやっぱあって、もし次のこういった機会があって、万が一呼んでいただいたら僕もしっかりね受けたいなって気持ちはあるんですけど、なんかこのコンテンツとか日本のこと考えると誰もがずっと同じ人でやってるのって新陳代謝が測れなくて、ね、あんまりそういう組織ってないじゃないですか。いずれ僕がいなくなる時が来ると思うんですよ。しかもそんな遠い未来じゃなくて呼ばれてたとしても。なんで僕はだから別に幸次郎だけじゃなくてみんながスーパースターになって僕の後釜にスポッてはまってくれたらいいなとは本気で思ってるんですよ、絶対ずっと俺がやるってことはありえないし、その誰かにね変わっていくものだから、だから自分で人気がないから別に俺オーナーになれないだけで、人気だったらもう次の大会からシンプルにそうだよ、それだけだよ本当に。うっすあ、やってるらしいね。はい、はい、もうひっそりとやってますが、まだなんか彼も始めてて、ライバル始めてるんですけど、はい、とりあえずお前は見てねえから俺登録してるの加藤さんだけせっかくだからこう、皆さん、どなたでもいいので挙手をしてほしいんですけど、今回加藤さんと関わって多分普段の生活になんか多分プラスで働いたものもたくさんあると思うんですよ。例えば配信を始めるきっかけになったとか、そこでコメントしてくれるようになったとか、X で、リプライもらったとか、時たまにはこう DM でなんかねちょっと厳しいメッセージが来ることも中にはあるかもしれないですけど、これやっぱ関わってよかったなって思ったこと、なんかストーリーがあれば教えてほしいですね。はい、このチームが出来上がった時に、実は加藤さんのことをご存じなくて、でそこから加藤さんのことをこう動画を見てみたりとかっていうところで、加藤さんってこんなにすごい人なんだっていうのを知ったんですけど、今回先ほど話しあったようにサッカー界にいない方がたくさんこのサッカーに触れてくれたっていうのが、これまでのサッカー界にはありえなかったことが今回起きて、でそのサッカーをしたことがない人からこうサッカー楽しかったとかっていう DM 届いたりとか、なんかこう自信を持って、今回の大会が素晴らしかったって言えることだなっていうのは、加藤さんの力をこうサッカー界にお借りしてというか、それは本当にありがたいことだったなっていうのは、感じてます。何かサッカーの血をこれからどんどん引き継いで、またね来年あればっていうところでね、また見てほしいところがありますよね。さあそして、来年の開催もあるだろうということなんですけども、次回に向けての抱負も最後に加藤さんからいただきたいと思います。そうですね、やっぱキングスリーグの公式のツイッターでは来年もあるみたいな匂わせというか、正式に発表されてないんですけど多分あるであろうみたいなニュアンスのツイートがされていて、僕でも、それこそ岸さんといつも一緒に出させてもらってるそのハイパーゲーム大会っていう僕の主催してるイベントもそうなんですけど、2回目って
俺すっごい大事だと思ってて、1回目なんてもう勇気一つでいけるじゃないですか、で2回目ってその経験を生かして傾向と対策をしっかり練って結果出さなきゃいけないと思うんですよ僕。その配信エンタメ面含めとその試合内容でも。でもし2回目僕が選ばれて選んでいただいて、まあね、その分かんない、みんなも選ばれるかどうかまだ分かんないですけど、行くってなった時はもう本当に今回よりも強い気持ちと情熱とね持っていかなきゃいけないと思ってるんで、僕は来年もやりたいし、なんなら本当にこのメンバーで行きたい。まあちゃんとでもやるってなったらセレクションしますけど僕は、実力でやっぱ勝ち上がってきてこそのプロだと思ってるんで、なんでそうですね、やっぱぜひやりたいし継続していきたいし、何より日本が常にそのコンテンツに、こういったコンテンツには関わっていてほしいんで、たとえ俺じゃなくてもちゃんとお願いされたオーナーは出てほしい本当に僕のその唯一の願いというか、いやちょっとなんか自分じゃ無理だわと思わずに出てほしいですね、はい、炎を消さないでほしいですね、はい、機会は大事にして継続してほしいということで、まあ来年に向けてね、また一歩一歩、皆さんも歩みつつ、まあ、次回のねセレクションに向けてもまあ本当に鍛錬をしていくという形になっていきます、ということで、改めて今回はムラッシュ FC の皆さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあそれでは次回のシグネーターもお楽しみに。さよなら。メイクゲーマーズモアシグニフィカンシグネーター